マスター、ウォッカマティーニをステアではなくシェイクで。なんでいきなり諜報員みたいなこと言い出したんですか。 MI6 に請求書を送っても、ね、払ってくれるわけないでしょう。それにさっきまでオールエンジェル飲んでましたよね。カクテルの王様と言われるマティーニって今まで飲んだことなかったなぁとふと思ったのよ。豪たる品格がある私にはお似合いのカクテルではなくって。そうですね、マティーニってなれば、確かにさまざまな種類のマティーニはありますからね。まあ一般的にはベスパーマティーニ、ベスターマティーニ、マティーニの方が有名ではないでしょうかね。まあそちらの方ではカジノロワイヤルの方で出たやつですね。007シリーズとしては。あら、マティーニにもいろいろあるのですかね。そうですね。まあたくさんの種類はありますね。伊達に王様っていう名前がついてるわけではないので、まあどこかの誰かさんと違って。あら、何かおっしゃったかしら。マティーニってなんでカクテルの王様って言われてるんですの？そうですね。1979年頃でしたかね。そのあたりぐらいにしてはもう268種類ぐらいのマティーニのバリエーションはあったんですよ。そんなに？もはやジャンルですわね。そうですね。もはやもうカクテルの中ではマティーニっていう中での一つのジャンル、それがまあかなりの膨大な数があるんですけれども、僕らとしては正直あまりそこまで知っているバーテンダーさんも多分難しいでしょうし、そんだけあることすら僕もウィキペディア見るまで知らなかったです。なるほど。そのたくさんあるマティーニの中から今回はどんなマティーニを作ってくださるんですの？ぜひともあなたに合ったマティーニを作らせていただきたいと思います。ではそれをマスター一つお願いいたしますわ。ジョイ。マティーニって海外では結構メジャーなものになるんですかね。そうですね。まあ、一般的に言うと海外ではウォッカマティーニ、はい、日本のマティーニはジンマティーニ、はい、アメリカの方とかからオーダーいただく時とかは結構ウォッカマティーニを指していることが多かったりしますね。はい、欧米とかではそんな感じなのかな。でも僕らのそのバーテンダーの仕事の中でやっぱ一番作るのはジンのマティーニ、ジンマティーニですね。はい、はい、今回はジンマティーニの。そうですね。はい。だってあなたに合ったジンがあったから。なんと？フェルディナンス。もしかしてフラミーの F では？あなたの F。はい、そう思ってね、ちょっとご用意させていただきました。ありがとうございます。さあ、それではですね、ちょっとじゃあ作っていきたいとは思います。はい、マティーニ、そもそもジンのマティーニ、レシピとしてはですね、本来の教科書みたいなカクテルブックに載ってるもんではジンが45ミリ、はい、ベルモットが15ミリと表記されていますが、はい、それがスタンダードなんですけども、もうバーテンダーの作り方によってさまざまなマティーニがもちろん登場しますので、一概にそれが正しいとは僕は思いません。なのでしっかりと今回はですね、人に合ったマティーニ、先ほども言った268種類ものマティーニがあればいろんなマティーニがありますので、今回は269種類目を、もっとね実はあるんでしょうけどまたさらに今日増えてしまうということですね。出ました。そうですね。ミキシンググラスに氷を入れて氷の角を取っていきます。はい。これがステアってやつ。そうです。はい。バーテンダーの4大技法って言われる中のうちの一つステアですね。軽く水を切って、はい。そこからですね、ちょっと僕のマティーニ作り方ちょっと特殊なんですけれども、はい。一度普通のグラスの中に調合してしまいます。しっかりとジンを入れて、で少しですねベルモット、こちらフェルディナンズ香りがすごく特徴的でして、はい、華やかな香りがすごく立つんですけれども、同じくベルモットも同じように相性がすごくいいもの同士ですので、一
一つですね、ちょっと作っていきたいと思います。先にコップで混ぜ合わせた方が、個人的にはですね、うんいろんな作り方ある中でも一度合わせてしまった方がいいかなとは思いますね。なるほど。そしてはい。ちょっと隠し味、あ、その中には何が入ってるんですか？こちらはですね、オリジナルのバニラのエキスを入れています。あ、はい、オリジナル。ビターズという苦味を与えるためだけのお酒ではないんですけれども、はい単純にバニラエキスですね。はい。華やかな香り同士をちょっとぶつけるためにバニラで調和を取ります。でほんの少し甘みも増しますので、比較的飲みやすいかなと。はい、なるほど。大酒飲みのフラビーさんにはね、なっておりますね。そしてここでもう一つ、はい。ここでもう一つよいしょ、高いところから出てきました。クラウンジュエルですね。ビーフィータークラウンジュエル、こちらを使っていきたいと思います。なんか素敵な瓶ですね。はい、こちらですね、ちょっと特別に僕が取り寄せたものでして、実はもう何年ぐらい前かな、かなり昔にはもうなくなっているはずのジンなんですよ。再発酵も一瞬されたんですけれども、はい。ちょっとすぐ売り切れてしまって、今回特別になんとか特殊ルートで手に入ったというやつですね。なんとそんな貴重なジンを今日いただけるなんてすごい。ビーフィータークラウンジュエルという名前でして、まさにカクテルの王様マティーニにはすごくふさわしいかなと。度数もしっかり50度ほどありますので、大酒飲みのフラビーさんにはちょうどいいと思いますね。さっきから大酒飲みってめちゃくちゃ言われてますわね。間違ってないですけど。仕方ない。映画ではステアではなくシェイクでって言ってますけど。そうですね、ジェームズ・ボンドのマティーニっていうものはそういうのが主流にはなってますね。はい、ウォッカマティーニをステアではなくシェイクで。シェイクでするとまたちょっと違うんですか？そうですね、味にまろみが出るというか、丸くなって飲みやすくなったりするのは一説ですね。なるほど。失礼します。はい、こちらオリーブを添えて。はい、お待たせしました。フラビーマティーニ、どうぞ。私マティーニって初めて飲んだんですけど、はい、結構カクテルの王様という名にふさわしい度数してますね、これは。そうですね、かなり強めなカクテルでもありますね。はい。でもとても華やかな香りがして飲みやすいですね、とても。ありがとうございます。でこれ飲んだ後にオリーブを食べたらすごいなんかホッとするんですよね。そうですね、オリーブの塩分、塩気がよりこうマティーニを進みやすくするっていうところもありますね。なるほど。そういえば歴史上で有名なマティーニ愛好家って男性が多いイメージがあるんですけれども、女性向けのカクテルではないっていうのはその度数にも関係するんですかね。そうですね、基本的にはカクテルの王様はマティーニ、女王はマンハッタンっていうカクテルがありますね。いわゆるはい、バーテンダーの世界ではそういうふうに言い分けられているところはあります。これもまたいただけるんですかね。もちろん。ただマンハッタンよりはちょっとマティーニの起源を遡って、はい、今度はマティーニが作られるまでのマティーニの原点になったカクテルを作りたいなとは思っていたんですけども。はい、本当ですか。はい、それいただけます？かしこまりました。承知。承知。それではですね、作っていきたいとは思うんですけれども、今回作る、もう一個のカクテル、マルティネスという名前です。マルティネス。はい、語源はなんかちょっとね、僕もあんまりよく知らないんですけど、ゴールドラッシュの時代、1800年代のいつ頃だったかちょっと僕も多分中盤ぐらいからだったかなとは思ってるんですけども、はい、その時に金脈を漁るのに何か一杯くれみたいなので、マルティネスがなぜそこで出てきたかっていうのはちょっと僕もあんまり知らないんですけど、はい、そこからどんどんマティーニに進化していったっていうところではありますね。はい、マルティネス、それでは作っていきたいと思います。お願いいたします。はい。
マルティネスマティーニとは違って今回シェーカーで作っていきたいと思います。はい、本来のお酒になりますと今度はジンはジンなんですけども、ジンは少量しか入らないですね。ほんの少しです。度数もぐっと抑えられてむしろ甘口ですね。あ、そうなんですね。はい、なので正式なレシピに従って今回オールドトムジン、はい、バスタブジンとこちら言われるんですけれども、バスタムジン、オールドトムジン、種類ですね。お酒がまだまだジン作られるのがまだ歴史が浅かった頃に家のバスタブで作ってた。バスタブでクラフトジンっていうジンの一種ですね。はい、こちら作っていきたいと思いますので、ちょっと材料を取っていきます。はい。はい。鎮座の1757。はい。スイートベルモット。先ほどマティーニに使ったものはドライベルモットと言われる種類だったんですけども、はい、辛口ですね。はい。こちらは甘いベルモットになります。今回は甘いベルモット。甘いです。本来マラスキーノというものを使うんですけど、チェリーリキュールを使うんですけども、はい、今回キルシュ。はい。同じくチェリーリキュール、チェリーブランデーに近いところあるんですよね。使っていきたいと思います。はい。先ほどジンをがっつり45ミリから50ミリほど入れてたんですけども、今回ジンは10ミリぐらいしか入れません。ちょっとだけ。ちょっとだけよ。ちょっとだけよ。ちょっとだけ。セクシーですね。セクシーですね。いいセクシーだ。はい、鎮座の1757。通常の鎮座のももちろん有名なベルモットの一つなんですけれども、はい、こちらはですね1757年当時のレシピを再現し直した、本当に昔のジンです、ベルモットですね。こちらはがっつり40ミリほど入れていきます。はい。度数もすごく下がって甘くて飲みやすい。でもちょっと薬草香草系の香りが少しするベルモットですね。失礼しました。そしてキルシュ、これ甘いチェリー系のリキュールになります。複雑味を増すためにこれは少しでいいかなと思います。はい、そしてアンゴスチュラビターズ、本当はアロマティックビターズというものを使いたいんですけど、ここはちょっとこれで代用していきます。そしてですね、はい、ガムシロップ、シュガーシロップですね。はい、はい、とことん甘くしていきます。いわゆる砂糖水みたいな。そうですね。はい、シュガーシロップ。でこちらでマルティネスの準備が出来上がったんですけれども、はい、はい、しっかりとちょっと甘口のレシピになります。これだと女性でも飲みやすいんじゃないかなとは思うんですけれども、ぜひ一度こちら昔のマティーニ、今のマティーニ飲み比べをしてみてください。わかりました。楽しみですわ。さあ参ろうぞ。スーパーシェイカータイム。はい、お待たせしました。マルティネス、マティーニの原点になったカクテルですね。マルティネスです。どうぞ。すごい甘い。先ほどのマティーニと比べてとっても甘いですね。そうですね。マティーニの起源というのはマルティネス。こちらは正直度数もすごく低くてかなり甘いカクテルの一つですね。はい。先ほども作ってる時におっしゃってましたけど、確かに香草の香りがすごい高いですね。そうですね。
香草の香りもパッとくることながら、やっぱ海外は結構こういう香草系とかビター系なカクテル好む方が多いんですよ。ビターというのは甘いっていう意味じゃなくて、風味としてビターなものとか、全く甘みがないものとか、さまざまな香草系を好まれることがすごく多くて、はい、日本ではベルモット、はい、こちらのですね、銀座のこのベルモットのシリーズってあることはあるんですけども、めちゃめちゃ多種多様にあるわけではないんですけど、海外に行くともうずらーっと一面に並んでるぐらい、はい、皆さんお好きですね。そうなんですね。はい、この甘いマルティネスから辛口のマティーニに変化していくんですね。はい、多分おそらくこれはもう僕の想像でしかないんですけれども、はい、まあジンとベルモットがやっぱ大きな分量を占めてますので、どんどんまあそうですね、多分ゴールドラッシュ時代なので、みんなこう疲れて糖分欲しくなる。はい、その糖分補給でもあるかなっていうところから、どんどん酒場、町のバーに浸透していって、はい、そこからですね、どんどんこう強い酒を煽りたくなるザ酒飲みの世界に変わっていったところで、おそらくじゃあジンをもっと増やそうよ、はい、じゃあもっとドライにしていこうよってなったら、ベルモットがスイートからドライに変わる、ジンの割合が大半を占めていくっていうので、そして甘みを余分なものを避けていく、はい、これとこれがなくなる、シュガーシロップもなくなって、これがじゃあドライに変わってっていう感じになっていって、おそらく今のマティーニ言われるところに近づいたんではないんだろうかなって言われてるところではありますね。はい、すごく歴史を感じますね。そうですね、まあ、これだけはもう本当に僕の憶測でしかないんですけど、はい、では次が何が出てくるのかしら。なんでそんなワクワクしてるんですかあなたもう3杯飲んでるでしょ。元気だな。まあ俺も作れないことはないが、あなたには負けるぜ。まさに死んでる暇はないってことですね。死んでる暇があったらお酒を作りなさい。仰せのままに。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたかしら。もし次も見たいと思われたのなら、いいねしていただけると嬉しいですわ。もちろんチャンネル登録もお忘れなく。あと Twitter もぜひともフォローしてくださいね。ではごきげんようです。こんなはずじゃなかったのに。